仙人は天地を奪って増加する。天に逆らって命を変える。練習基地機。結び金丹、ガンジを育てる。ガンジがいれば第二の命があったことに相当する。事故が起きたら、身を捨てて逃げることができる。そして適切なタイミングで生まれ変わります。これは古典的な終戦橋です。じゃあ終戦の話をしなければ、科学の話です。人間は意識を奪うことができるのでしょうか。これがこれからお話しする物語です。幻冬の世界では、人類が技術的手段で命を奪うことができました。物語は郊外の茂小屋から始まった。店の飾り物から見ると、私たちを疑っていた朱雀様がここの常連です。マダムの名前は四州春。屋台には色々な饅頭が並んでいる。9域の饅頭と言わざるを得ない。長いのはユニークですね。自行車が食いしん坊になるのも無理はない。いくつか買ってみたい。9域に来ても公費出張です。決然として自行車は自腹を切らなければならない。今金を払うところだ。おかみさんは断った。その時システムの提示音がした。実行者が隠れたタスクを取り出しておめでとうございます。おかみを探す息子の謙虚。それから四州春はまた実行者に2つの饅頭を詰め込んだ。そしてヒントを受け取りました。四州春の手作り饅頭を L6。人の手は弱いが食べるのは口が短い。利益を得た以上。執行者もすぐに四州春が言った分かれ道を見つけた。やっぱり携帯電話をかけた子供たちを見つけました。残念ながら謙虚の姿は見られなかった。実行者が前に来て尋ねた。子供はやっぱり嘘をつくのが苦手です。奥歯に物が挟まったような顔をしているとすぐ問題がある。執行者はすぐに自分の書を始めました。情を明らかにして理にかなう。実は大きな肉まんを餌にしています。子供はやっぱり騙された。すぐに謙虚の後を打った。健康は偶然終戦秘書を手に入れたのか。勉強になったら天に昇るかもしれない。自分の父に会う。だから豆腐に行って閉鎖しました。このことは私たちに教えてくれます。大丈夫。子供を騙すな。もし子供が本気になったら、大人は頭が痛くなるはずです。実行者は建前を続ける。子供はやはり知っていることは何でも言っても尽きない。簡単に豆腐の位置が分かりました。手がかりを知った以上、その饅頭は絶対にあげられない。何を聞かないか聞かないでください。質問はちょうどこの選択肢があるということです。制作班も一人前です。これは子供に友達を売らないように教育することです。きっと私が独り占めしたいわけではありません。後ろの子供の親切な褒め言葉を気にしない。執行者は終戦豆腐に出発した。豆腐を見て最初に考えたのは、ここは何に使うのですか？豆腐の前には切り立った石段がある。穴まで伸びています。そして穴の内装を見て、古代文明が残した遺跡のようです。比較として、9域の他の問答のデザインを見つけました。この豆腐の建築材料と、研究跡地の石碑は材料が同じだ。古代文明が残したのかもしれません。ドアのデザインを除いて、そして中の霊廟像です。霊猫像は9域に起源する伝説。霊猫は9域を守ると言われています。この目が少し斜めです。面白いことに私はわざわざいくつかの寺に行きました。霊猫像の大きさが違うことを発見しました。企画だけでもいくつかある。霊猫は人間の産物のようですか？それとも古代文明のものですか？霊猫像ができた以上、私たちはこれから9域で霊猫に会うことができますか？洞窟に入った後、両眼が黒くなる。一瞬恐怖ゲームになる。霊猫像の目の方向に沿って、洞窟があることがわかります。中にはたくさんの器具が置かれています。地面にたくさんの本が散らばっている。一番注目されているのは隣に装置をつけている子供です。彼は儀式の輪に座っている。地上に乱れた電線が周辺の機器につながっている。しかしさらに奇妙なことに彼の周りの台は、この台のスタイルは周囲にふさわしくない。意味不明のルーンが載っています。古代文明が残したものになるでしょうか。実行者が奥に入る。コンソールの機械を発見しました。この時プログレスバーは等速ロードされています。やっと 100% になりました。これが意識のダウンロード過程です。画面が一回りする。健康はすでに意識を取り戻した。彼のそばに置いてあったのはあの修練秘書です。実行者はこれが子供を騙すものだと一目で分かりました。真ん中の字に気をつける。健康な若者に適した試み。言わざるを得ない。この選別条件は厳しいですね。実行者と目覚めた健康の会話。しかし今の彼の精神はぼんやりしている。そして狂ったように笑った。この時の身体はもう健康の意識ではなかった。塵になったのは、科学者は強靭だと言わざるを得ない。ハイカーラーは調整したい。賢者は機械的に上昇しなければならない。クラレルは恋人を探している。略奪者はイカ人軍団を作る。京都のゼロはさらに知識危機です。幻冬の中で、有能な科学研究者には正常なものはありません。まだヒリーがいると？ヒリーの IQ は0から200の間を飛び回っています。専門知識は200の天才です。他の点は基本的に可愛いです。執行者の懸念の問い合わせ。入れ替わったのはわけのわからない問題だ。今何年ですか？この問題は難しくなさそうだ。実は私たちは本当に知りません。実行者が9域に来たのは2712年です。でもそれはアダスターの暦だ。9域の暦は未だに書面を見ていない。画面にロードするのも時間はありますが、しかし間星に換算すると、それで私も9域の暦がどんなものなのか気になります。しかし大確率公式は編集するつもりはありません。地球歴を援用するはずです。元凶は言いながら興奮して飛び出した。この時のコンソールは無応答状態となっている。洞窟を出て遠くから元凶の興奮した声が聞こえた。それは再生の喜びだ。彼はいい人ではない。子供の若い体で転生を実現する。こういう人は実は利己的です。このような略奪は殺人と変わらない。かわいそうな人には必ず憎むべきところがある。実行者は元凶に従って山頂に来た。彼は遠くの村に春の刺繍をした茂小屋を眺めている。俗人にはいい人ではないが、でも地上な人です。復活して最初に思いついたのは刺繍春です。実行者は再び彼に声をかけた。彼は当たり前のようにお旗が開いたと言いました。氷魔科学者の脳回路は普通ではないと言わざるを得ません。他人が転生するのはあらゆる方法で略奪の事実を覆い隠そうとしているのだ。
彼は少しも気にしていない。実行者は大きな肉まんを2つ取り出した。元凶も遠慮しない。持ってすぐ食べる。でも食べれば食べるほどおかしくなる。この味が少し出てきました。はい、初恋の味です。自分の子供が刺繍春の息子だと知った時、誇りに向かって状態が悪くなった。これが運命だ。彼に冗談を言った。やっと復活した。捨てたのは自分の女神の息子です。これは自分で寝たことに相当する。女神は結婚した。結婚しただけでなく息子も生まれた。息子が生まれただけでなく、自分が復活したばかりで彼を殺した。立て続けの打撃。任に馬鹿にされた。一人で静かにしたい。ここのマイクロ動作はいいですね。彼は本当に憂鬱なように見えます。実行者は誰が一人で静かになのかわからない。だから刺繍春を探すしかない。刺繍春は息子に事故があったと聞いた。もうすぐ仕事が終わります。彼女が言った屋台はお金を受け取ることだと思います。まんじゅうだけでなく没収します。ストーブの火さえ燃えている。これがもしかして伝説の虚空屋台なのだろうか。刺繍春と一緒に外へ走っていく。刺繍春もこの時息子のことを紹介しました。彼の父は不運との戦いで亡くなった。その後健康はうつうつとしていました。最近になってやっと良くなった。実行者はそれを聞いて、それいいです。息子さんは今からお父さんに会いたがっています。刺繍春はそれを聞いてちょっとごまかした。やっぱり死ということで子供を騙すな。幻の塔のもう一人のロリを思い出しました。グノノの両親は祖父と同じようにいなくなった。彼女は今彼らが冒険に行ったと思っている。だから冒険家になって彼らを探そうと努力してきた。善意の嘘に置き換えたのは、必ずしも良い結果とは限らない。ちょうどその時、元凶も帰ってきた。かつての女神を見て、彼はしどろもどろなことを言っている。春と一緒に刺繍したかった。今は彼女の息子になった。運命は面白いものですね。元凶は話をそらして少しお腹が空いたと言いました。刺繍春に家に連れて帰られました。でも実行者はやめました。この子は明らかにおかしい。執行者はまた下請け屋に来た。やはり元凶が刺繍春の仕事をチェックしていることに気づいた。実行者が声をかける。ローラド4 55、意外にもここには収集のつかないことを隠すつもりはなかった。場所を変えて真実を説明してほしいだけです。そしてまた洞窟の入り口に来ました。次は塵へのツッコミが聞こえました。全くおせっかいな人だ。確かに実行者が余計なお世話になりました。でも金の額のために我慢した。塵に実行者に全てを告白した。彼は小さい時から体が弱くて病気が多い。先天性障害を患っています。小さい時からいじめられていた。弱い心が痛めつけられた。思想もだんだん暗くなってきた。どんな年代でも、いじめは皆一人で黒化の引き金となった。しかし暗い日には、一人いるのに彼にはとても親切だ。あの人が刺繍春です。刺繍春は彼を連れてここに来ただけでなく、頭がいいと褒めてくれた。これは塵に希望を燃やしました。寝食を忘れた研究先祖が残した科学研究ノート。ついに研究の成果が出た。自分の人格意識データを他人の身体に蓄積したり移したりします。ショックな人もいますが、しかしこれがハイガルドの擬態技術ではありませんか？シュマもクロディアもこの技術で回復しています。擬態技術は幻冬の終始を貫いている。これは第9地区ならではの技術です。第7区は第9区に接続されてから共有されます。この点は星の上の会話にも現れている。現在9域にも擬態技術のひな形が現れている。では擬態技術は果たして元能に依存しないのだろうか。第9区といえば第7区より強いところはありますか？それは元の技術の応用に違いない。擬態技術も元の技術に頼っていれば、塵への研究は地域エネルギーから離れることができません。ちょうどこの洞窟はちょうどほら穴の下にある。9域エネルギー間域垣の起点でもあります。ここでツッコミを入れてください。みんな壁を万里の長城と呼んでいますが、しかしその役割は万里の長城の発作をも打てません。9域の域垣はエネルギー伝達の管路である。道府はここに建てられています。それが塵を捨てて成功した理由かもしれない。今回の成功後、すべての技術が破壊されました。後人は絶えず研究されている。体が悪くなってきました。生まれた邪念もますます強くなってきた。女神と一緒にいるために、もっとあらゆる研究を惜しまない。ついに体を壊した。ついに彼は意識をチップにアップロードしました。そして子供を騙す秘書を作りました。すべては若い健康な少年のために生まれ変わるだけだ。実行者はついにすべてを明らかにした。でも彼はどこが間違っているとは思わなかった。元凶の仇討ちも騒いでいません。好奇心が塵に蘇ったのです。どうしてまだくよくよしてるの？塵に向かって苦笑した。せっかく人生を再開する資本ができたのに、刺繍春の大切なものを奪いました。刺繍春は元凶を気にすればするほど、塵に向かって罪悪感を感じるほど、彼は長い間自分の墓の前に立って黙っていた。ついに元凶に体を返すことにしました。実行者の次は面白いですね。誰もあなたが来たことを知らなくても、私も覚えます。主役はこのストーリーで非常に異常に表現されている。塵へのこのような略奪のやり方。実は人を抹殺する存在です。主役は無視している。塵への気持ちを問い詰め続けています。これは主人公の経験のせいです。誇りを捨てて生まれ変わるのだ。実行者はどうでしょう？過去の記憶を失った。目が覚めたら実力が強い。しかし実行者は本当に実行者なのでしょうか？ある可能性はありませんか？実行者も身体を奪われているのでしょうか？そして略奪の意識も記憶にリセットされた。この場合には、体が自分のものでなくても、意識もありませんでした。新しい可能性が生まれました。主人公が枝の子に捕まった後、賢者がサリーにしたように、意識を閉じ込めた。そして代わりに新しい意識を注入します。ただ新しい意識も記憶もありません。簡単な例で例える。あなたが異世界に生まれ変わったことです。でもあなたは自分が再生者であることを忘れています。この場合は、ハイガルドはまだ主役の身分を認めている。でも主役はもう主役ではありません。科学技術が発展すればするほど、人間は自分が自分であることを証明するのが難しくなってきます。塵に向かって別れた後、重小屋に戻りました。
この時の元凶は帰ってきた。彼の意識は戻ってきた。略奪だけど、彼の意識は問題ありません。ナミシーズも同じだ。サリーも意識に閉じ込められている。シャゾーが意識空間でサリーを呼び覚ました。では主人公の体内には元の意識が存在するのでしょうか。賢者は一体主役に何をしたのだろうか。執行者は死囚春に塵の情報を尋ねた。死囚春もゆっくりと来た。死囚春が塵に向かっているのは同情だけだとわかります。塵に向かって希望するに違いない。洞窟に戻るとコンソールの情報が変わっていました。技術はもう伝わっていないのでもう使えない。しかしハガドでは、擬態技術は依然として天のようである。元凶を見つけたら新しい会話があったことに気づきます。元凶がヘルメットをかぶった後、運務の経験ができた。これは私に聞きたいことを思い出しました。どちらも仮想空間ですよね。元寇は中で後人に出会った。物語の最後に塵にも元凶にお母さんの面倒を見てほしいと言われた。先代の感情の葛藤がついに終わった。物語の核心は死囚春と後人の感情線であることは間違いない。一つは同情を抱いている。一人の密かな感情。悲劇に違いない。でもそんなに長く見て回るとは思わなかった。一度生まれ変わっても、まだ悲劇だ。もし塵に目覚めた時に捨てたのが大人だったら、結末は違うのでしょうか。これで物語は終わりました。これは9域の隠れたストーリーです。科学技術の切り捨てには考えがあります。あなたなら、この方法で永遠の命を実現したいですか？今期はこれで終わりです。枯渇に注目する。違う幻の塔を体験し